セッター落ち着いたか、兄ちゃんよ。お前の身の上話なんざ、客にとっちゃ知ったことじゃねえ話だ。皆さん、こんにちは。ラペラのみどりです。今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。今日のアニメは、ヤクザと目つきの悪い女刑事の話です。長いですからみんな、役目と呼んでいます。役目は、ヤクザの轟さんと刑事の有ヶ谷さんのラブコメディです。はい、じゃあ今日見るアニメのシーンについて説明します。この人はヤクザの轟さん。このアニメのメインキャラクターですね。この人は化粧品の会社の営業をしている B さんです。営業はセイオスですね。B さんはドアトゥドア。ドアトゥドアセールスをしています。ですから、いろいろな人の家に行って、コンコンとか、ピンポン、こんにちは。化粧品買いませんか？うちの商品を買いませんか？うちの商品はメーシャンダイスですね。うちの商品を買いませんかと営業をしています。B さんは、轟さんに、会社の商品を買ってほしいです。轟さんは買いたくないです。買いたくないです。B さんに帰ってほしいです。今日のアニメを見るときにちょっとバックグラウンドストーリーを知っていた方がいいと思いますから、はい、少し説明しますね。B さんは営業の仕事を頑張っています。頑張っていますが、全然売れません。この人はいりません。この人は、ちょっと怒っていますよね。この人も、大丈夫です。はい。営業の仕事はちょっと難しいようです。そして、この人は B さんのボス、上司ですね。仕事のボスは B さんに、今日何も売れなかったら、クビですと言いました。クビは、後でもう一度勉強しますが、もう、仕事を辞めてくださいということです。B さんにはおばあさんがいます。おばあさんは病気です。おばあさんはいつも B さんを心配してくれますから、仕事を辞めたくないです。仕事をクビになりたくないです。おばあさんがもっと B さんを心配してしまいますから、はい、B さんは仕事を辞めたくない。B さんは今日、たくさんの家に行って、最後にこのヤクザのうちに来たんですね。怖いですよね。でもヤクザの人は商品を買ってくれないかもしれないです。轟さんは帰ってくださいと言いましたから、B さん、ピンチです。ピンチ、わかりますか？ピンチは英語じゃないんですね。知りませんでした。ピンチ。Life is on the line。今日、商品が売れたら大丈夫。クビじゃないです。でも、売れなかったらクビです。わかりますか？今日、今がとても大事な時間だということですよね。はい。これが B さんの、バックグラウンドストーリーになります。じゃあ、今日のアニメに出てくる単語を、勉強しましょう。一つ目は、どうか。どうか。please お願いしますという意味ですが、あまり使いませんよ。あんまり使いません。本当に大変なお願いをするときに、どうしても聞いてほしいときに、どうかお願いしますとか、どうか聞いてください。どうかしてくださいと、お願いの文にプラスしてどうかを言います。次は、チッターですね。チッター。これは新しい言葉じゃないです。ちょっとは、ちょっとは、ちょっとはを早く、怖い感じで言うと、ちょっとは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 、チッターに聞こえます。轟さんはヤクザですから、ちょっと早口で乱暴
ちょっと怖い話し方をしていますから、こういう勉強した言葉と違う字幕がついていることがよくあります。チッターはその一つです。3つ目は、身の上話。身の上話。この漢字はわかりますね。話します。ストーリーですよね。身の上話は、personal story のことです。自分の昔のこと、自分の家族、友達、仕事のことなど、ビジネスと関係ない、今話していることと関係ない自分の話を身の上話と言います。4つ目は、知ったことじゃないですね。知ったことじゃない。これは単語というより表現ですが、I don't care ということです。知りません。That's something I don't care という時に、知ったことじゃないです。と言います。私とは関係ないです。どうでもいいです。ということです。はい、次は、契約。契約は、contract のことです。B さんは、これを買ってください。ありがとうございます。じゃあさよならという営業ではなくて、この化粧品を、毎月買ってください。はい、ここに、この化粧品を毎月買いますって言って、ここにサインしてください。この契約を売っているんです。ですから、ちょっと、大変なんですよね。はい。B さんは、契約してください。という営業をしています。6つ目は、商売。商売は、ビジネスとか仕事をしている言葉です。7つ目は、引っ込む。セットバックとか、バックオフみたいな言葉です。あなたと関係ないから、もう静かにしてください。こっちに来ないでください。そういう時に、引っ込んでくださいとか、ちょっと轟さんみたいに怖く言うと、引っ込んでろという命令形でよく使います。引っ込む、引っ込め、引っ込んでろ。アニメで聞いたことがある人もいるかもしれません。次は、迷惑ですね。英語で、bothersome とか troublesome という意味です。迷惑とてもよく使う言葉ですから、ぜひ、調べた方がいいと思います。迷惑をかける。で、私が何かします。私が他の人を bother。他の人を困らせたり、嫌な気持ちにさせるという意味になります。迷惑。それから迷惑をかける。9つ目は、件ですね。これ、カウンターです。はい。契約が1つじゃなくて、契約が1件、2件、3件というふうに数えるときに使います。最後は首ですね。首、いろいろ意味がありますが、一つはこれですよね。ネック。もう一つは、首にするとか、首になる。で、fired。仕事を辞めてください。辞めなければいけません。そういう時に使います。私が辞めたい時は首じゃありません。私が仕事を辞めたい時は首になるとは言いません。私は辞めたくないのに仕事を辞めなければいけませんとか会社に、はい、辞めてくださいと言われます。これは首という言葉を使います。はい、大丈夫でしょうか、今日の単語リストができましたから、スクリーンショットを撮りたい人はどうぞ。じゃあアニメを見ましょう。1回目は日本語が全部わからなくても大体のストーリーがわかったら大丈夫です。今日は、2つアニメを見るときの質問がありますから、この質問について考えながら見てください。質問1番。B さんのつまらない話は何の話だったと思いますか？ 2 番。ヤクザの皆さんはどうして泣いていると思いますか？泣いているは大丈夫ですか？泣いています。crying ですね。はい。見た後でこの2つの質問に答えられるように頑張ってみてください。じゃあ、いってらっしゃい。悪いことは言わねえ。帰りな。そういうわけには参りません。
お話だけでも聞いていただけるまで帰れません。なんだと？このままではいられないんです。どうかお願いします。どうか。シッター落ち着いたか、兄ちゃんよ。申し訳ございません。お部屋に入れていただいた上、つまらないお話をいたしました。そうだな。お前の身の上話なんざ、客にとっちゃ知ったことじゃねえ話だ。大変失礼いたしました。それで契約取れるほど商売甘かねえな。はい、おっしゃる通りです。すまねえ。ちょっと待ってくれな。おい、引っ込んでろって言っただろ。とどろきゃん、聞きました？おばあちゃんがお願いです。買うてあげてください。俺もお金出しますから。お前もか。皆さん、申し訳ありません。ご迷惑をおかけして。何件だ？はい？何件契約取れりゃ首がつながるのか聞いてんだ。おかえりなさい。轟さんは B さんを助けてくれるでしょうか？そう思いますか？気になる人は元のアニメを見に行ってくださいね。じゃあ、1番の答えは何でしょう？ B さんのつまらない話。はい。轟さんと B さんが話しているシーンはありませんでしたが、つまらない話をいたしましたと言っていました。B さんのつまらない話は新しい単語を使うと、身の上話ですよね。身の上話。バックグラウンドストーリーを一緒に勉強したと思いますが、それについて話したと思います。例えば、今日ピンチなんです。とか、病気のおばあさんがいるんです。とか、仕事をクビになるかもしれません。とかですね。はい、今どうして B さんが、ヤクザのうちに来たのか。それを説明したと思います。じゃあ、2番です。ヤクザの皆さんはどうして泣いていると思いますか？この2つどちらか答えられたらいいと思います。1つ目は B さんの話に感動したから。感動するは be touched とか be moved ですね。もう1つは B さんがかわいそうだと思ったから。かわいそうだと思ったから。はい。轟さんと B さんがどのように話していたかわかりませんが、つまらない話、B さんのバックグラウンドストーリーを考えると、この2つのどちらかでいいと思います。はい、もう一度見たい人はどうぞ行ってきてください。じゃあ、2回目を見ましょう。2回目は、ターゲット文法を聞いて分かったら OK です。ちょっと今日は難しいと思います。ターゲット文法は謙譲語で7個ブランクがあります。じゃあ、いってらっしゃい。悪いことは言わねえ。帰りな。そういうわけには参りません。お話だけでも聞いていただけるまで帰れません。なんだと？このままではいられないんです。どうかお願いします。どうか。シッター落ち着いたか、兄ちゃんよ。申し訳ございません。お部屋に入れていただいた上、つまらないお話をいたしました。そうだな。お前の身の上話なんざ、客にとっちゃ知ったことじゃねえ話だ。大変失礼いたしました。それで契約取れるほど商売甘かねえな。はい、おっしゃる通りです。すまねえ。ちょっと待ってくれな。おい、引っ込んでろって言っただろ。とどろきゃん、聞きました？おばあちゃんがお願いです。買うてあげてください。俺もお金出しますから。お前もか。皆さん、申し訳ありません。ご迷惑をおかけして。何件だ？はい？何件契約取れりゃ首がつながるのか聞いてんだ。お帰りなさい。いくつ分かりましたか？ 7 個全部謙譲語が分かりましたか？もう一度見たい人はどうぞ見てきてください。じゃあ、アニメの中に出てきた謙譲語チェックします。はい、7個ありました。1つ目は、そういうわけには参りません。参りませんは謙譲語ですね。2つ目、お話だけでも聞いていただけるまで、はい、この聞いていただける謙譲語ですね。はい、次。申し訳ございません。
申し訳ございません。ございません。謙譲語です。お部屋に入れていただいた上、入れていただいた謙譲語です。つまらないお話をいたしました。いたしました。謙譲語です。はい、次。大変失礼いたしました。とても丁寧ですね。いたしましたも謙譲語です。で、最後。ご迷惑をおかけして、はい。これ新しい単語ですけど難しかったかもしれません。迷惑をかけるが謙譲語になっています。どうでしょう。この謙譲語のアニメの中に出てきた文については後で一緒にゆっくり説明したいと思います。じゃあ、謙譲語について勉強しましょう。謙譲語は元気のレッスン20またはみんなの日本語レッスン50に書いてありますよ。まず、謙譲語を勉強する前に、謙譲語それから尊敬語を勉強するときに便利な言葉についてちょっと説明したいと思います。一つ目は、これ、目上の人と読みます。目上の人。目が上にある人じゃないですよ。自分よりも上の人。自分よりも上の人。自分よりも、年が上とか、地位と読みますが、ソーシャルポジションが上の人。例えば、社長さん、部長さん、会社のポジションが上の人。それから、お医者さんとか、先生、大学の教授。こういう仕事の人も、ソーシャルポジションがちょっと上。で、目上の人という考え方もあります。それからもう一つ、丁寧ですね、丁寧。丁寧はいろいろな意味、いろいろな使い方があるんですが、尊敬語や謙譲語の勉強の時に使う丁寧は、polite way of speech, polite way of saying と同じような意味だと思います。ちょっとイメージしてください。轟さんは、ヤクザなので悪い人なのかもしれないんですが、あんまり悪いことはしてないんですよね。はい。で、特に今日のアニメでは、泣いちゃった B さんを、いいじゃん、お部屋に来てくださいと言ったり、お茶を出してあげたり、話を聞いてあげたり、とても親切な人なんですが、丁寧じゃないんです。言葉遣いや話し方はちょっとヤクザっぽい、さっきも単語リストで勉強しましたけど、ちょっと乱暴で怖い感じ。はい。轟さんの話し方は丁寧じゃないんです。はい、丁寧は、例えば謙譲語や尊敬語を使った方が丁寧。それから、名前じゃなくてお名前と言ったり、話じゃなくてお話と言ったり、これじゃなくてこちらと言ったり、話し方、言葉を選ぶときの、いろいろな、言い方で、丁寧、もっと丁寧にできる。そういう言葉です。はい。意味は英語のポライトとほとんど同じだと思いますが、今日は丁寧な話し方、丁寧な言い方、そういう意味で使います。謙譲語には2種類あります。特別な謙譲語はもう覚えた方がいいと思います。このリストの他にも、あるんですが、今日は、これを覚えられたらいいと思います。それからこの特別な謙譲語じゃない普通の動詞も謙譲語にすることができます。じゃあ特別な謙譲語から一緒に勉強しましょう。問題ない人はここはスキップしてもいいですよ。一つ目、います。謙譲語はおりますですね。手形と一緒に使うときも謙譲語にすることができますよ。例えば、写真を撮っていますは、写真を撮っておりますにできます。次、行きます。それから来ます。これはどちらも参りますになります。参ります。言います。これは申します。申しますとか、時々とても丁寧な人は申し上げますという人もいます。はい、次、します。しますは、いたしますになります。する動詞もありますね。する動詞もいたしますを使って言うことができますよ。例えば、掃除します。掃除いたします。どちらも OK です。
それから食べます。飲みます。それからもらいますも同じ謙譲語になります。いただきます。いただきます。それから何々です。それからありますですね。この2つはございますになります。ございます。例えばですけど、ここが先生の部屋です。ここが先生の部屋でございます。ね、ですはでございますになります。それからお茶。お茶はここにあります。お茶はこちらにございます。はい、ありますもございます。で大丈夫です。次、知っています。知っています。これちょっと難しいんですが、存じております。存じております。または存じ上げておりますという人もいますね。次、会いますは謙譲語でお目にかかります。お目にかかります。ちょっと長いですね。このリストの最後は聞きます。そして行きます。聞きますは、音楽を聞きますじゃなくて、質問しますという意味の聞きますになります。伺いますと言います。質問しますという意味ですよ。それから行きますも、伺いますを使うときは、目上の人の家に行きますとか、目上の人のオフィスに行きます。目上の人のところに行く。そういうときは伺いますを使うこともあります。じゃあこっちはいいですか？次は、普通の動詞の謙譲語について勉強します。こっちは、ます形です。ますフォームを使います。お、またはごをつけて、ますフォーム。そして最後にする、します、しました。を使います。例えば、話します。話しますですから、ますフォームは話ですね。話に、をつけて、するをつけて、お話しします。これが話しますの謙譲語です。じゃあ、これはどうでしょう？作ります。をつけて、ますフォームにする。お作りします。お作りします。じゃあ次、見せます。でも大丈夫ですか？見せますは、お見せします。お見せします。借りますは、借ります。をつけて、するをつけて、お借りします。最後、説明します。ここが漢字の難しい言葉の時は、時々おじゃなくて、ごになることがあります。説明しますの謙譲語は、ご説明します。ね、ご説明します。読んだ時や、聞いた時に、今のは謙譲語かなと分かったら OK ですよ。それから、この普通の動詞の謙譲語のしますが、いたしますになることもあります。例えば、お話しいたします。お見せいたしますになることもあります。それからもっと長くお話しさせていただきますとか、ご説明させていただきますとか、はい。こういうバリエーションもちょっとあります。はい、こっちはちょっと文法も難しいので、他の授業で、他の動画で一緒に勉強したいと思っています。はい、じゃあ、謙譲語についてもうちょっと。これは謙譲語ではありませんが、文の中で一緒に使うと、例えば、これはこちら。それはそちら。あれはあちら。どれはどちら。はい。尊敬語も勉強した人は、同じように文の中で一緒に丁寧になる言葉があります。もう知っているかもしれません。じゃあ、謙譲語についてもう少し説明したいと思います。謙譲語、それから尊敬語について勉強するときに大切なのは、誰と話すとき、何について話すときに、どうやって話し方を選べばいいですかということだと思います。話し方について選ぶときのポイントを2つ紹介しますね。それから今まで勉強した話し方も一緒に復習したいと思います。話し方を選ぶポイントの1つ目は、心の距離です。心はハート。距離はディスタンス。距離はもちろん1メートル、2メートル、3メートルも距離ですが、話し方を選ぶときに大切なのは
自分と話している相手との心の距離が近いか遠いかです。心の距離が近いということは、丁寧な話し方じゃなくてもいいです。とても仲良しだということですね。仲良しは、close とか good relationship。こんな感じです。丁寧じゃなくていいです。話し方がですよ。話し方は丁寧じゃないです。で、仲良し。これが心の距離が近い関係です。逆に、心の距離が遠い関係の人とどうなるかというと、話し方はもっと丁寧になります。話し方は丁寧ですが、仲良しですかね。こんなに仲良しじゃないですよね。関係は強くなくなります。はい。友達じゃなくなります。丁寧に話したいという気持ち。それから、距離を作りたい。はい、この2つの気持ちを話し方で表すことができます。これが、ポイント1、心の距離です。2つ目は、尊敬の気持ちがありますか？英語で respect ですね。respect。英語の respect という言葉は、日本語にすると、2つの違う言葉になります。英語を話す人にとっては、ちょっと迷いやすいですから、説明しますね。一つ、尊重するという言葉があります。尊重する。これは、相手にとって大切なものを私も大切にしますね。邪魔しないようにしますね。というリスペクトです。例えば、パーソナルスペース、personal space とか、私は嫌いだけど相手は好きなもの。それから自分と違う意見などを尊重すると使います。もう一つの言葉が今日大切な尊敬するという言葉です。こちらはすごいですね。偉いですね。だからあなたは、私より上です。私はあなたより下です。という意味です。これももちろん上です、下ですが、ない尊敬するもありますよ。話し方を選ぶときのポイントとして、自分の立場を表現することが大切なんです。これ、上下関係と言います。英語で言うと、hierarchical 読んでください。私は下です。あなたの方が上ですという、この立場ですね。これを表現することも一つの大切なポイントになります。では、この2つのポイントを考えながら、今まで勉強した話し方の使い方も復習しましょう。まず、カジュアルです。カジュアルフォームを使いたい相手は、自分と心の距離が近いです。そして、尊敬の気持ちはあるかもしれませんが、上下関係はあまり大切じゃないです。上下関係ね。上下関係。心の距離が近いから、カジュアルに簡単に話せる相手と使う話し方です。日本では、そうですね、友達や家族、それから恋人と使うことが多いと思います。次はフォーマルですね。これは何々ですとか何々ます。日本語を勉強したとき、最初に習った話し方がフォーマルです。これを使うときは、相手と心の距離は近くないです。それから上下関係もあまり大切じゃないですね。自分と強い関係がない相手と話すときに使いやすいニュートラルな話し方がこのフォーマルです。自分と関係が強くない人に話す。例えば、ニュースやテレビ番組、それからスピーチなどたくさんの人が聞くときはフォーマルがいいと思います。それからカジュアルよりフォーマルの方が、丁寧に聞こえます。言葉がですよ。言葉が丁寧に聞こえます。丁寧ということは心の距離が遠いんです。
いつもは、例えば、ラブラブでカジュアルに話しているカップルが、喧嘩しました。まだ私怒ってるからね、と、心の距離を表現したいときは、フォーマルになったり、これになったりします。今日勉強する謙譲語、それから尊敬語です。これを使いたい相手とは、心の距離が遠い、または、上下関係があることが多いです。上下関係って、日本ではどんなところにあると思いますか？会社の中、例えば仕事をするときは上下関係や、立場の違いがありますね。会社の中では、社長、部長、マネージャー、リーダーなど、それから会社の外にも、もちろん他の会社の社長、部長、マネージャー、それからクライアント、お客さんなどがあると思います。日本ではもちろん会社の中、それからお客さんですね。レストランやコンビニのような店でもお客さんには謙譲語や尊敬語を使うことが多いと思います。あとは先生とかもそうですね。それからですね、ここにも書いてあると思いますが、尊敬語や謙譲語は心の距離が一番遠いです。はい。遠いです。ですから、知らない人と話すときも、尊敬語や謙譲語を使う人もいます。知らない人と話すときは、どれでもいいですね。どれでもいいです。尊敬語、謙譲語でも、フォーマルでも、カジュアルでも、どれでもいいんですが、もちろん、印象、インプレッションは全然違います。皆さんの性格や、どんな人と何について話すかによって、知らない人とどれを使うかを決めたらいいんじゃないかなと思います。それから、そうですね、もし皆さんが日本に来て仕事やアルバイトをするとき、どれを使ったらいいかわかりませんね。会社もそうですね、いろいろな会社が最近はあります。一緒に働く人に、この会社ではみんなどんな感じで話しているんですかとか、聞いてみたらいいと思いますよ。それが一番確実です。会社によっては、例えば小さい会社や若い人が多い会社、それから家族だけでやっている会社、それからどんな仕事をしている会社かによっては、あんまり尊敬語や謙譲語をもう会社では使いたくありません。使わないでくださいという会社もあるみたいです。私は仕事の時は、尊敬語や謙譲語をたくさん使うんですが、それも会社によって、それから仕事によって変わるようです。私は仕事が先生なので、私と一緒に仕事をする人も先生ですから、尊敬の気持ちがありますから、よく尊敬語や謙譲語を使っていたんですが、でもそうですね、仕事の時は尊敬語や謙譲語をもちろん使うんですが、じゃあこの後どうですか？ちょっと飲みに行きませんかとか、夕ご飯食べに行きませんか？そういう時は、尊敬語や謙譲語だとちょっとやっぱり距離があるので、少しフォーマルを使ったり、ちょっとカジュアルを使ったり、そういう時もあります。ですから同じ人と話す時も何について話していますかとか、今どんなシチュエーションですか？それによって話し方が変わることもありますし、もちろん会社によってその会社の文化が違うこともありますから、どんな話し方がいいか自分で決めるのが難しいときは、周りの人に聞くというのもいいアイディアです。では、例文を一緒に読んでみましょう。今日のアニメには謙譲語がたくさん出てきましたから、謙譲語の例文です。尊敬語は別の動画で勉強しましょう。一応ちょっと尊敬語と謙譲語の違いについて説明しますね。尊敬語は目上の人のアクションに使います。今日勉強する謙譲語は目上の人に関係する自分のアクション、私のアクションに使います。
これが尊敬語と謙譲語の違いですが、大丈夫ですか？じゃあ一つ目の例文。この人は部長です。見えないですけど部長です。私が部長にお土産をいただきました。私がいただきました。ですから、私のアクション。いただきましたが、謙譲語になっています。私がもらいましたということですね。次、この人、電話をしていますね。はい。明日、お客様に電話をおかけします。おかけします。このおかけしますが謙譲語ですよね。電話をかけますです。お客様はいつも謙譲語を使いたい相手だと思います。ですから、皆さんが日本に来て、例えばカスタマーサービスに電話したり、レストランに予約の電話をしたり、お店に行ったりするときは、お店の人は皆さんに謙譲語を使うと思いますよ。じゃあ次、この人を見てください。ちょっと大変ですね。荷物をたくさん持っています。私ならこんな風に言います。何かお手伝いしましょうか？お手伝いしましょうか？私が手伝いますですから、手伝いますが謙譲語になっています。これ、手伝いましょうかですね。お手伝いします。お手伝いしましょうか？じゃあ最後です。はい。これはね、ちょっと自分のアクションとは違うんですが、今からミーティングです。先生の席はこちらでございます。こちらでございます。これが謙譲語ですよね。はい、先生の席はここです。ここです。ここですは私のアクションじゃないです。はい、誰のアクションでもないですね。でも、今からミーティングをします。そして私は、目上の人の先生と話していて、先生、ここに来てほしいですという意味で、ここですと言っているので、時々自分のアクションじゃなくても、謙譲語にできる、尊敬語にできる言葉もあります。こちらでございます。何々でございます。これはその一つですね。今日は、謙譲語の今日見たリストを覚えて、話しているのを聞いたり、それからテキストで読んだりしたときに、これ謙譲語でこういう意味だねと分かれば大丈夫ですよ。じゃあ、今日はアニメの中にたくさん謙譲語が出てきましたから、これを練習に使いましょう。はい、アニメのセリフを謙譲語じゃない普通の文、普通の言い方に直してみてください。練習1です。ここ覚えてますか？そういうわけには参りません。お話だけでも聞いていただけるまで帰れません。はい、じゃあまず一つ目。そういうわけには参りません。普通に言うとどうですか？謙譲語はここですよ。ここ。そういうわけにはいきません。ですね。そういうわけにはいきません。参ります。参りませんが分かったら、これは大丈夫だったと思います。この分、文法はちょっと難しいですよね。そういうわけにはいきません。中級かな？中級で勉強する文法だと思うので、まだ覚えなくてもいいですが、ちょっと説明します。これですね。はい。何々わけにはいかない。何々しそうだけど、ダメな理由があるからしません。しないように頑張ります。例えば見てください。負けるわけにはいかない。聞いたことがありますか？私はこれ、フェアリーテールとか、鋼の錬金術師とか、ハンターハンターとか、ナルトとか、ワンピースとかで聞いたことがあります。戦っていますね。戦って、倒れています。ちょっと負けそうです。もうちょっとで負けるんですけど、こんなところで負けるわけにはいかない。はい。ダメなんですね。負けたくないんですね。負けてはいけません。だから、負けるわけにはいかない。つまり、勝ちたいという時に、わけにはいかない。
言います。ちょっとわかりますあとは次、このもう有名なワンピースのシーン覚えてますかというか知っていますか？死ぬわけにはいかないですね。死ぬわけにはいかない。死にたくないということです。死んではいけない。なぜなら、クイナと約束したから。これは世界一の大剣豪になるって約束したから、死ぬわけにはいかないというゾロのシーンを知ってますか？本当に、はい、すみませんね。ここでは、轟さんがね、もう帰ってくださいと言ったんですよね。もう私は化粧品買いたくありません。帰ってください。で、この人は帰りたくないです。帰ったらクビですから。帰りたくありません。だから帰るわけにはいきません。で、そういうっていうのは、まあ、それですよね。轟さんが言いました。そういうわけにはいきません。アニメではとてもよく聞く文法だと思います。まあ、難しかったら、いいです。覚えなくてもいいです。はい。じゃあ次。お話だけでも聞いていただけるまで帰れません。これはちょっと難しかったかもしれませんね。聞いていただけるまで、ここ、謙譲語が入っています。ポテンシャルフォームになっていますね。可能形になっていますから、難しかったかもしれませんが、話だけでも聞いてもらえるまでですね。聞いてもらえるまで帰れません。まあ、お話だけでも、これも、まあ、ただの名詞なんですが、まあ、丁寧に聞こえますね。はい。おをつけるとちょっと丁寧に聞こえる。はい。じゃあ、2番。申し訳ございません。お部屋に入れていただいた上、つまらないお話をいたしました。はい。これはどうでしょう？じゃあまず、申し訳ございませんですね。これは、わかるかな？申し訳ございません。申し訳ありませんですよね。申し訳ありませんはごめんなさい。すみません。と同じ意味です。申し訳ありませんもとても丁寧ですよ。とても丁寧ですが、まあ、謙譲語で言ってもいいですね。お部屋に入れていただいた上、これはどうですか？お部屋に入れてもらった上ですね。これいただいた、過去形になっています。つまらないお話をいたしました。これ、いたしましたが謙譲語ですね。つまらない話をしました。はい、B さんはちょっと帰りたくありませんから、ヤクザの家の前で、うーんと泣いていましたよね。ですから、轟さんが、ちょっと一回お家に来てくださいと言って、お部屋に入れてもらいました。はい、お部屋に入れてもらった。そしてさらに、仕事と関係ない身の上話をしたんですね。はい、部屋に入れてもらった。しかも、その上、つまらない話をしました。この2つについて B さんはごめんなさいと言っています。ですから、ここで上、はい、を使っています。はい、じゃあ、3番。これは大丈夫ですかね？はい。大変失礼いたしました。はい、2番の後で、轟さんが、そうだなって言って、なんかちょっと怒ってる感じで言ってましたよね。で、そこで大変失礼いたしましたと B さんが言いました。大変失礼いたしました。これもとっても丁寧ですね。謙譲語がここのいたしましたです。普通の文にすると、大変失礼しましたですね。失礼しました。失礼しましたは、よく聞きますね。先生の部屋に入ります。コンコン、失礼します。そして用事が終わって帰ります。失礼しました。失礼しましたは、何か悪いことをしてすみませんでしたということです。はい、失礼というのは be rude ということですから、ちょっと悪いことやちょっと迷惑をかけることをしてすみませんでした。これが失礼いたしました。失礼しましたの意味ですね。この大変は大丈夫ですか？大変。大変失礼しましたとか、大変申し訳ありませんでした。これも、本当にみたいな意味で大変をつけるとすごく丁寧に聞こえます。じゃあ最後です。
申し訳ありません。ご迷惑をおかけして、はい、ヤクザの皆さんがなんかすごく泣いてて、B さんは、ごめんなさいと言っていますね。はい。申し訳ありませんは、謙譲語じゃないですね。まあ、申し訳のところがよーく見ると謙譲語なんですけど、まあ、これはごめんなさいということです。ご迷惑をおかけして、ですね。これ普通に言うと、迷惑をかけてということです。迷惑をかけて。で、まあ、この文終わっていませんけど、すみませんと言いたいですよね。迷惑をかけてすみません。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。はい。もう B さんはずーっとごめんなさいと言っていますね。はい。まあ、お客様の前で泣いてしまってお家に来てっていうのはちょっとね、ごめんなさいと言いたくなるのもちょっとわかりますが。どうでしたか皆さん。轟さんは、この B さんにとってお客様になるかもしれない人ですから、たくさん謙譲語を使って、とても丁寧に話しています。日本語はちょっと難しいかもしれませんが、B さんの仕事、営業の人としてはとてもマナーがいいと思います。じゃあ、練習終わりです。質問がある人はコメントをくれてもいいです。はい、じゃあ3回目を見ましょう。3回目は1回目に見た時よりもよくわかったら OK です。日本語の字幕が全部ありますから、はい、楽しんでみてください。じゃあ、いってらっしゃい。悪いことは言わねえ。帰りな。そういうわけには参りません。お話だけでも聞いていただけるまで帰れません。なんだと？このままではいられないんです。どうかお願いします。どうか。シッター落ち着いたか、兄ちゃんよ。申し訳ございません。お部屋に入れていただいた上、つまらないお話をいたしました。そうだな。お前の身の上話なんざ、客にとっちゃ知ったことじゃねえ話だ。大変失礼いたしました。それで契約取れるほど商売甘かねえな。はい、おっしゃる通りです。すまねえ。ちょっと待ってくれな。おい、引っ込んでろって言っただろ。轟ちゃん、聞きました？おばあちゃんがお願いです。買うてあげてください。俺もお金出しますから。お前もか。皆さん、申し訳ありません。ご迷惑をおかけして。何件だ？はい？何件契約取れりゃ首がつながるのか聞いてんだ。お帰りなさい。どうでしたか？轟さんが優しくて B さん、良かったですね。ぜひ元のアニメも見に行ってください。それから、もっとチャレンジしたい人は、アフレコや、ボイスオーバーをして、発音の練習もしてみてくださいね。じゃあ、今日も見てくれてありがとうございました。また次の授業で会いましょう。またねー。